はい、今回はですね、人気バンコンビルダートイファクトリーさんが製造販売しておりますランドティピー、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、このねランドティピーのレイアウトは、私のですね今までの経験上、ご家族4人のねファミリー向けのねレイアウトかなっていうふうに思っていたんですけど、実はですね今少しずつお二人使いの方がですねこのランドティピーを選ばれる機会が多くなってきたそうです。そこで今回はなぜこのですねランドティピーがお二人でもですね注目されている風になってきたかっていうことについて詳しくレビューしていきたいと思います。はい、この動画を見ていただくと人気バンコンビルダートイファクトリーさんが製造販売しておりますランドティピーについてわかりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。今回の車両のベース車両はトヨタハイエーススーパーロングキャンパー特装車、ガソリンの4駆で外装色は一番人気のホワイトパールです。乗車定員は7名ですのでご家族ファミリーでも使いやすいです。車両最後部右側には外部電源取り入れ口があります。こちらに専用コードを差し込み AC100V コンセントに接続すると AC100V にてサブバッテリーを充電することができます。内装のカラーは実は2色展開あるんですけども、この度は少し明るめの木目の色調です。白い家具と淡い木目の色調ですので、室内の雰囲気は非常に明るく、そして広い印象があります。はい、それではですねランドティピーの室内をご紹介します。このオールインフォメーションボードは室内に入ってですねすぐ右手のですね一番近いところに位置しております。はい、このねオールインフォメーションボードはメインスイッチをねここで入れることもできますし、照明やインバーターのスイッチ、冷蔵庫やですね、FF ヒーターのオンオフ、そしてですねバッテリーの電圧をね見ることができます。今ですね北海道もマイナス10度以下になりましたので、すいません今FF ヒーターをですねつけながら撮影をしております。ちょっとねファンの音がねするかもしれないんですけども、今ねつけるとこんな感じのね雰囲気で音がね聞こえるかと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、続いてですねギャレー設備をご紹介します。ランド TP のギャレー設備に関しては運転席のすぐ後ろ側、こちらにですね集約されております。まずですね上からご紹介します。はい、電子レンジがですね実はこの車は標準装備になっております。でもしですねこの電子レンジを外部電源がつなげないところで電子レンジを使おうとするとですねオプションのインバーター1500のインバーターのが必要ですのでご注意ください。オプションでインバーターをつけないとこのですね電子レンジに関しては外部電源コードをつないだ時のみ使うことが可能です。はい、そしてこの電子レンジの横はですねはい、収納スペースになってますので、食材だとかねそういうものも収納できるねスペースになっております。そしてその横にもですねオープン形式の収納がねありますので、すぐ取り出しやすいものとかをね収納することができます。はい、そしてこの電子レンジの下には、照明がねありますので、タッチ式のですねダウンライトの照明もありますし、これを入れるとですねライン照明がねありますのでキッチンのですね設備を明るくね照らしてくれます。はい、そしてこちらがですねシンクがありますので手洗いだとか洗い物をねすることができます。その横がですねこれ上蓋式のエンゲルの冷蔵庫です。このような感じでね冷蔵庫をね使用できますから、なかなかこのキッチンとしてもここのテーブルで調理をしてシンクを使ったり食材を取り出したり、そして電子レンジを使ったりってことができますので、結構ですね集約されて使いやすそうなねキッチンかと思います。そしてこの横にはですねこれオプションなんですけども19インチのですねマルチカーシアターシステムがついております。でこちらのテレビに関してはこのリアスピーカーと、そしてですねナビ設備であるこのアルパインのですねフローティングビッグ X をですね同時につけることをお勧めします。これねオプションなんですけどね、こういう風にしてあげるとナビでですね映した映像が後ろで見ることができます。でこのテレビもねアームがついていますので、それちょっと出してみたいと思います。このテレビアームはスライドもできますし、このように首を振ることも可能です。セカンドシートをサードシートに座ってもテレビを見ることができます。こちらのキッチンギャレー設備の、下を見てみたいと思います。で
このテーブルに関しては簡単に脱着ができますしね、テーブルのこのレールがですね、ここからここまでありますので、テーブルをですね、この辺に設置することもできますので、まずこれをね、取り外してみたいと思います。このテーブルは2箇所のロックを解除し、このように持ち上げると簡単に取り外すことができます。テーブルをですね、外しますと、このようにセカンドシートとサードシートのこの、ね、間にですね、スペースがあります。はい、まずね、こちらからご紹介します。このね、シンクのすぐ下には、このような感じで、はい、100V のね、コンセントがあります。その横にはですね、このように USB のポートがありますので、携帯を充電したりだとか、あとはですね、100V 製品を使う場合は、ここからですね、電源を取り出すことも可能です。そして、このね、下なんですけど、はい、収納スペースになってますから、キッチン関係のですね、そういう調理機材なんかをね、収納できるかと思います。こういう風になっておりまして、この横はですね、マガジンラック的な感じのね、収納がありますので、オープンタイプのね、収納スペースがあります。そしてこちらにもですね、はい、ここにも収納がありまして、ここを開けると、ちょっと細長い感じのですね、収納スペースがありますので、箸だとかね、そういうカトラリー関係をね、収納することもね、可能かと思います。はい、そしてね、この収納スペースの下にはですね、はい、給水タンクと排水タンクがあります。はい、でこのね水に関しては上のねこのシンクで使うね水なんですけども、そのね給水タンクと排水タンクがこのね下にあります。ですのでランドティピーはエントランスからですね、給排水タンクがこちらにありますので、ここまでですね持ってこなくちゃいけないっていうね煩わしさが多少あるかもしれないんですけども、給排水タンクはねこちらに位置しております。このセカンドシートは前向き進行方向に向けて展開することもできます。こうすると乗車定員全員が進行方向を向いて移動することができますよね。はい、そしてこのねランド TV 実はですね3点式シートベルトが2つあります。このねセカンドシートの助手席側の方に関してはシートベルトをここにねかけることが可能です。そしてサードシートのこちら側にね助手席側に座っている方にも実は3点式シートベルトがありますから、助手席側のですねお二人の方はですね、後部座席でも3点式シートベルトね、要はチャイルドシートをね、かけることができるスペースになっております。そして、このシートをですね、展開してあげると、後ろに乗ってる方がですね、全員前を向いて、進行方向を向いて移動することがね、できます。そしてこのね、テーブルに関しては、こちらにでもですね、設置することができますから、セカンドシートに座っている方がですね、座って移動することがね、できるかと思います。実際にダイネットスペースに座ってみました。まずはセカンドシートなんですけども、こちら側に座っても高さも十分ありますし、冷蔵庫やシンクを操作することもできます。続いてサードシートにも座ってみました。こちらも広さも十分で、2人の方がゆったり座れるスペースがあるかと思います。続いてダイネット状態から今度はベッド展開をしていきます。まずはセンターのテーブルを取り外します。テーブルレッグは2本ありますので、短い方を展開するとちゃぶ台仕様として使うことができます。次にサードシートです。サードシートのヘッドレストの左右をこのように取り外します。取り外したらこのように背もたれを車両後方側に倒し、そしてスライドさせます。ほぼワンアクションでベッドを展開することができました。実際にこのベッドに横になってみたいと思います。天井方向に対しての空間も非常に広く、大人の方でも余裕で寝れるベッド寸法ですよね。はい、今ですねこのサードシートを展開してあげると、後ろのですねベッドスペースのねマットと合わせるとですね、私が寝ても十分のですねこのかなり広いベッドスペースが出来上がるんですよ。でちょっとね横はこれ1700ぐらいしかありませんので、私が寝る分にはねちょっと難しいんですけども、170センチ前後ぐらいの、例えばお子様だとか女性の方はね横にこれね3人ぐらいは寝れそうなスペースがねここだけでもあるんですよね。はい、そしてねここにですね2段ベッドがありますので、こちらね展開していきたいと思います。はい、まずですねこのベッドに関してはここでねロックがかかってるんですよ。まずねこれを解除します。そしてこのねレバーでこれでねロックが解除されますから、こうしてあげると、はい、このような感じでねベッドが出来上がります。そしてここにねマットがちゃんとありますから、
これですね、ずらしてあげます。そうするとですね、このような感じでベッドが出来上がりました。ちょっとね、これ実際ね、寝てみたいと思います。耐荷重に少し不安があったんですけども、乗ってみてびっくりしました。非常に頑丈で、私ぐらいの身長でも多少余裕があるベッドです。天井方向に対しても結構余裕がありますので、寝返りも難なく打てるかと思います。はい、2段ベッドでこう広いです。で、結構そしてね、頑丈なので、私が寝てもね、問題なく大丈夫でした。で、長さもね、結構ありますから、大人の方、十分ね、これ寝れる2段ベッドになっております。はい、そして2段ベッドのところには、このようにですね、照明もありますし、USB のですね、ポートもありますから、ここでね、上で寝てる方も携帯とかね、充電しながらね、横になることが可能です。はい、ランド TP のですね、後方のベッドなかなか広いですから、ここでもね、3人寝れて、そしてここの上でもね、1人寝れば、4人がね、ここだけのスペースで寝れるんですけども、このね、セカンドシートもつなげることができますので、そうするとですね、かなり大きなベッドになりますから、少しね、今展開してみたいと思います。セカンドシートはサードシート同様、このヘッドレストを取り外し、座面部分を180度後方に倒します。そして背もたれも後方に倒して、助手席側にスライド、そしてこのように後方にスライドさせ、空いた部分に関してはこの専用のマットをはめ込んであげるとベッドの完成です。セカンドシートからこのようにつなげてベッド展開すると3メーターというかなり広いベッドが出来上がりました。もちろんこのように寝ても手を伸ばしてもまだまだ余裕があります。はい、このようにですね、ランド TP はこの一番ね、後ろから長いこういうですね、ベッドが出来上がりますので、かなりですね、ベッドスペース広いです。ですので、私が寝てもですね、せいぜいこの辺ぐらいまでしか頭が来ないので、ここのスペースまた一人が寝れそうですよね。なので、展開用によっては、このね、ベッドスペースはかなりですね、広いです。このね、広大なベッドスペースプラスね、このね、2段ベッドがありますから、かなりですね、広いスペースですよね。はい、そしてですね、一番後ろにはこのような感じで収納スペースがあります。これをね、開けてみますと、はい、このような感じで、結構ね、深めのですね、収納スペースがあります。これ実はですね、この上にハンガーバーがありますから、ここにですね、ジャンバーだとかそういうのをね、かけるスペースが実はね、あるんですよ。はい、このね、ランド TP なんですけど、私のね、昔からの発想でいくと、実はですね、ご家族4人とかね、5人ぐらいの、ファミリー層にですね、向けた、レイアウトなのかなっていうね、固定概念があったんですけど、最近はですね、このランド TP をお二人でですね、使う方が結構増えてるらしいです。そのね、使い方はと言いますと、例えば、このダイネットスペース、ここからね、先ほどお見せした通りベッドが出来上がるんですけども、ベッドにしないでセカンドシートはこのまま、テーブルもこのままですよね。で、こちらの後ろのスペースをですね、有効活用するらしいんですよ。で、このね、サードシートに関しては簡単にですね、マットを後ろに倒せばいいだけなんですけど、ヘッドレスト今外してるんですけど、この状態で、はい、このような感じにね、フラットにしてあげると、このワンアクションだけで、これだけのですね、私の体でもね、全然余裕で寝れるスペースのベッドが出来上がるんですよ。で、ここでね、もう2人余裕で寝れますよね。なので、非常にですね、簡単にベッドにすることができる。そしてですね、ランド TP に関しては、収納のね、スペースがちょっとやっぱり言われることがあるらしいんですよ。もう少し欲しいなって言われることがあるらしいんですよね。人気車種のバーデンだとかベルゲンっていうのは、このね、後ろのベッドスペースが少し高い位置にあって、その下のがね、収納スペースっていう風になってたんですけど、このね、ランド TP も一応ね、この下は空いてはいるので、物はね、収納できるんですけども、バーデンほどね、高さがないから、収納スペースがね、少し少ないなってよく言われるらしいんですよ。その代わり、このですね、2段ベッドを棚として使うのが最近結構ね、多いらしいんですよね。ホームセンターとかでよく売ってるこのプラスチックのですね、こうスライドできるこう箱あるじゃないですか。あれをこの辺にボン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 と3つぐらい置いたりだとか、あと細長いやつをこうね、縦にこういう風に置いたりだとかして、ベッドはベッドなんですけど、収納棚としてですね、これをどうやら使うとね、収納スペースの狭さをカバーできるらしいんですよね。確かにその通りですよね。このね、ベッドが下がったことによって少なく収納スペースがねなってしまいましたって言っても、こっちをですね棚としてその、ケースを使ったりすれば
結構なね収納スペースになると思いますので、かなりですね2人だったら使いやすいですよね。このですねベッドの高さがねいいと思うんですよ。正直ねこのバーデンとかと結構この辺にねベッドマットが来るから、乗り上がって寝る時に億劫だと思われる方もいらっしゃるらしいんですよ。ただここは座ったままのその高さでゴロッと後ろに行くことができますので、これかなりですね寝に行く時も簡単ですよね。実際にやってみると、まずですね今このサードシートに座ってるんですけど、ここに座って、食事だとかねいろいろやってるとするじゃないですか。で寝ようかなと思ったら、もうここのシートをまず倒しちゃうんですよ。こういうふうにしたらもうここベッドが出来上がりますんで、こう座った体勢のままこうゴロッといけるんですよ。バーデンとかそういうね人気車種もだいたいこの辺にベッドがあるから、こっからよいしょって登らなくちゃいけないんですけど、このねランド TP こうやって座ってて、ベッドにしようかなと思ったらこのシートを倒しちゃって、あとはもうこのままこういけるので、これねベッドに上がるの結構億劫と感じてる人かなりですね寝やすいんじゃないかなと思います。続いて車両最後部の収納スペースをご紹介します。向かって左側のボックスの中にはスライドシャッター付きの収納があります。そしてこの後部収納の上にありますベッドマットもこのように折りたたむことができます。もちろんこの3本のバーも脱着ができますので、大きなものを積む際はこのようにしてバーを取り外せば広大な収納スペースになります。先ほど取り外したセンターのテーブルはこのようにアウトサイドテーブルとして使用することができます。はい、今回はですねトイファクトリーさんが製造販売しておりますランド TP いかがだったでしょうか。はい、冒頭でですねこのランド TP のレイアウトって私もそうだったんですけど、ご家族4人とかのですねファミリー向けのねレイアウトかなっていうふうに思ったんですけど、最近はですねお二人のですねご夫婦お二人で使われる方もね結構このランド TP を選ばれてるらしいんですよ。その理由としましてはね、この後ろのスペースにあると思うんですよね。でこちらの後ろのスペース、これもちろん収納スペースもなりますしベッドにもなるんですけど、人気のですねレイアウトでバーデン、バレイヤ、ベルゲンというですね車があるんですけども、それはですね少し高いところにベッドスペースがあって、上でも寝れることができるし、高いところにある分で下に空間ができますから、収納スペースがね非常に広いっていうものがあるんですよ。それはですねそれでいいんですけども、中にはですねその高いところにあるベッドによいしょってよじ登るのがですね億劫というふうに考えていらっしゃる方がいるんですよ。その点ですねこのランド TP ベッドの位置はね非常に低いんですよ。そして今ね私サードシートに座ってるんですけど、このね背もたれをパタッと倒すだけで大人の方がね2人全然寝れるぐらいのですね広いベッドスペースが出来上がるんですよね。でもこのベッドのスペースが低くなったことによって、じゃあ収納もね狭くなってるでしょって思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、こちらの2段ベッド、これねベッドなんですけど、これねベッドとして使わないでもう収納として使ってしまえば、このね後部のベッドが下がったことによって損なわれた収納スペースをここで補えるでしょっていう考えなんですよね。これねなるほどなと思いましたね。なのでもしこのねランド TP をお二人で使おうと思うと、後ろのベッドをね簡単にベッドができますし、広いベッドがあります。そして収納スペースもこのベッド下とこの2段ベッドでねうまく使い分ければ収納力も結構あるんですよ。そしてここのダイネットスペース、これねお二人がここでもう寝ることが完全に可能ですから、ここはねベッドにしなくてもいいんですよ。でそうなるとですねお二人の方がゆっくりできるですねダイネットスペースがあるんですよね。ですのでくつろぐスペースと寝るスペースと収納スペース、これがですね効率よく分かれているキャンピングカーになりますので、今ですねトイさんのバンコンを検討されていて、寝るスペースも広い、収納スペースもある、そしてですね広々としたダイネットスペースがねある車がいいなって思ってらっしゃるご夫婦お二人にはですね、ひょっとしたらこのね
ランド TP がぴったりかもしれません。はい、今回ですね、人気バンコンビルダートヨファクトリーさんが製造販売しておりますランド TP、 こちらをですねご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。